こんにちは、ペット仮想ハピネスです。今回はご遺骨の供養についてお話しします。個別仮装を依頼してくださる方のお悩みで多いのが、お骨はどのように供養すればいいの？埋葬以外はどんな方法があるの？というご相談です。ご家庭の環境や生前のペットちゃんとのライフスタイル等で答えは変わりますが、ペットちゃんの分身であるお骨なので、後悔なく供養してあげたいですよね。この動画では6つの方法をご紹介いたしますので、後悔しないためにもぜひ最後までご覧ください。ご遺骨は通常骨壺に入った状態でお家に帰ってきます。骨壺袋に入った状態で手元供養するのも良いですし、骨壺専用のケースに入れることで人目に触れることをはばかれる方にも安心して手元供養をしていただけます。骨壺ボックスには写真を入れられるものもあり、お家の中でペットちゃんの存在を感じることができます。庭のあるご家庭の場合、ご自宅の庭に埋葬するのもおすすめです。ペットちゃんを近くに感じることができますし、生前庭で遊んでいたペットちゃんであれば、とっても喜んでくれるでしょう。気ままに遊び回るペットちゃんの姿が目に浮かびます。散骨という形を取られる方もいらっしゃいます。ワンちゃんや猫ちゃんであれば慣れ親しんだ庭や玄関前に、うさぎちゃんやハムちゃんは草や木の陰など安心できるところ、カメちゃんやキングちゃんであれば川などペットちゃんが喜びそうな場所がおすすめです。ペットちゃんは自然を満喫し自由に過ごすことでしょう。手元供養もしてあげたい飼い主様は少量だけ散骨するのも良いでしょう。ただし散骨するにあたって注意しなければならないことがあります。まず自治体によっては散骨が禁止または規制されている地域があります。散骨をする場合は自治体のルールを確認してからにしましょう。また私有地以外の場所で無断で散骨をするとトラブルに発展する可能性があります。前もって許可を取り、気持ちよく散骨を行いましょう。マナーの観点から海水浴場や広場など大勢の人が集まる場所や時間帯も散骨を控えましょう。人の少ない場所や時間帯を選ぶことで静かにペットちゃんを弔うことができます。飼い主様のもとでしばらく手元供養をし、飼い主様ご自身が亡くなった際に同じお墓で眠ることを希望される方もいらっしゃいます。また通いやすい場所にペット霊園がある場合はお墓参りもしやすくなるので、そちらに埋葬するのも良いでしょう。その場合は事前に霊園に問い合わせておくと安心です。公道のお墓は手元供養されない飼い主様も利用されているので、多くのお友達が眠っています。なのでペットちゃんは毎日退屈せずに過ごせるはずです。お仏壇に入れて手元供養をされる方も多くいらっしゃいます。最近はペットちゃん専用のお仏壇もあり、ペットちゃんの写真を入れたり、仏具を置くことができる本格的な作りになっています。まるでペットちゃんがそこにいるかのような存在感で、つい話しかけたくなります。デザインも様々なので、ペットちゃんのイメージに合わせたり、居心地の良そうな天然素材で選ぶなど、いろいろな視点から探してみましょう。手元供養であれば、肌身離さずご遺骨を持ち歩ける小さなメモリアルグッズもおすすめです。小さなメモリアルグッズといっても様々なものがありますが、代表的なのはペンダントタイプ、キーホルダータイプ、ボトルタイプです。いずれも小さいサイズなのでスペースを問わずバッグやポーチに入れることでどこにでも連れて行くことができます。いつでも一緒にいられるのでペットちゃんも喜びますし、飼い主様の気持ちも和らぎます。小さなものなので落としてしまわないよう気をつけましょう。最後にこれまでご紹介した6つの方法をまとめます。骨壺ボックスに保管する、お家の庭に埋める、散骨する、お墓に埋葬する、お仏壇に入れる、
持ち運べるメモリアルグッズに入れる。以上です。仮装の後、どのようにするかは飼い主様の気持ち次第です。飼い主様の選択であれば、ペットちゃんも納得してくれるはずです。ペットちゃんのご遺骨で後悔しないためにも、この動画をきっかけにご遺骨や供養について考えていただけますと幸いです。今回の動画が参考になりましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。